皆さんこんにちは、丸橋映像です、知ってる方は知ってるでしょうけどね知らない人に一応ね、富士工業のですね認定ロッドビルダーということになっています。まあね竿作りとね富士山のガイドを扱ってもう長年になりますね。もう嫌になっちゃいますね、富士山のガイドを使い始めてからもう55年ぐらい前からね瀬戸物ガイドの頃から使ってます。はい。まあそうしたね、良縁というか腐れ縁というかね、まあでもね世界一のね、釣り具のメーカーが日本にあるっていうのはね私としては誇りですね。まあ、そんなでね、私も昔、世界記録をね狙おうっていうんでね、IGFA インターナショナルゲームフィッシュアソシエーションですね、まあ平たく言うと世界の魚をどのぐらいのラインの強さの糸であなたはどのぐらい大きい魚を釣りましたかっていうのをね、記録をずっと集めてる組織が、まあ別の仕事もしてるんですけどね、それが IGFA です。当時、太平洋のど真ん中にあるですねクリスマスアイランドね、いい名前でしょ。残念なことにね原爆実験をやった島でね何十年間か人が入れなかったんですね。でそこに人がまたようやく住むようになって、1984年のことです。当然何十年も釣りしてませんからね魚がたくさんいるって言うんでねハワイの方がやりに行ったんですね。でロウニンアジも釣れる、ボーンフィッシュも釣れる、まあこれやらない手はないと、もう誰もやってないんでねでやりに行きましたんでね。でまあ道具を揃えて、リールを選んで、ね、でね竿がないんですよ。そこまではいいけどねプラグをキャストして1日に何十回も100回もキャストして疲れなくて、なおかつ16ポンドラインでセットフック針がちゃんとね、させてでファイトできるっていうね竿がないんでどうしようかとね探しました、ね、ユニモにもないんです。でねブランクをね、探してもらいましてねで見てみたらねいいのがあったんですね。16ポンドって言うとね、8キロテストですからドラッグの調整ってねその3分の1ぐらいで戦うんです普通ね。だからまあ3キロ弱ですね。それで竿にどのぐらいの負担がかかってどのぐらいの曲がりをしてどこにガイドをつけたらいいかっていうのはそれで考えるね。そこが大事ね。でそれをね、やるんで、ガイドね、もちろんね世界一のガイドだったら当時もね悔しいことにね富士工業が世界一なんですよ当時もね。1984年でも世界一ですから、まあ、SIC ですね画期的だったんですよ。世界中でね、ヤスリが立たないなんていうねもうガイドは考えられないんで、もちろん放熱効果もいいですし4号の糸でどのぐらいの負担がかかってどのぐらいファイトをするのかね、どういう竿にどういうガイドをつけてどうやってやればいいかっていうのがね。でそれを、そのロッドにつけてやりに行ってちゃんとね、世界記録釣りました。それがね、世界記録私が釣ったやつ GT のね約35キロですね78ポンド、昔ですね1984年の6月3日のことです。それをきっかけにね、世界中いろんなものをね、まあ中南米が多かったですけどねいろんなもの釣りに行くようになりました。コスタリカのターポンから始まってねメキシコのパーミット、それからフロリダの巨大なターポンね、ターポンなんかね、まあ私のね思い出の写真があるんですけど、まあ測ってはいないんです残念ながらね、長さでね8フィート半ぐらいですかね、胴回りがね44インチ1メーター10ですかね約ね、まあ、ターポンってねそのクラスになると40歳以上なんですよ大体でね。もう当時僕30代ですからね、いや40になったかななった頃かな40になってましたかね。まあ同い年のやつを、まあ、殺すに忍びないっていうんでねそれはねリリースしましたね。海の中に入ってね一緒に泳いでねリリースしたのは今でもよく覚えてますね。
その時のねガイド、こんなガイドですよ。こんなちっちゃい、ね、これでね200ポンド、ね、約90キロぐらいのね、魚が釣れちゃうんですからね。こんなですよ、ね、SIC の本当の素晴らしさを実感したっていうのは、コスタリカでありクリスマスアイランドであり、それからオーストラリアでありね。本当はね日本もね魚がちゃんと増えてやがてねそうなってほしいと思いますね。日本だけなんですよ、あまり魚釣りのルールがないっていうのはね。余談が多くなっちゃいましたけども、SIC ガイドっていうのはそういう状態で出会ったのがね、その時代です。ガイドの性能の素晴らしさっていうのは、釣り師の夢をね、本当に叶えてくれます。どういうガイドをどういう場面でどんなふうに取り付けたらいいかっていうのはね、もう本当のぶっちゃけたお話をすると、ね、お客様あなたが試してくださるのがね、さっきも言いましたけど一番です。こういう感じでつけてみたらこんなだった、こういう感じでつけてみたらこんなだったで、参考意見はね我々十分教えますから、富士山のカタログにもホームページにも出てますけどね。だけど本当はあれは基本中の基本の基本の基本ですからね、それをもとに考えてくださるのがいいと思います。例えばね、ローリンアジの僕なんかやった時にはですね、ショックリーダーっていうのがつくんですね。それが絶対つなぎ目ができちゃうんですね。どんなに上手に結んでもつなぎ目ができるんで、それをフルキャストした時にちゃんとぶつからないで通り抜けていくガイドには何がいいだろうっていうのは、これはねご本人がねやっぱりやってみるしかない。当たり前の簡単なヒントですけども、商売で言うんじゃないんですよ。勘違いしないように。ガイドはね多ければ多いほど竿の調子は良くなりますね。ただし重さをね考えないとダメですよ。そこはね重さが増えなくてガイドが増えるっていうのが一番いいです。だからロッドビルディングの面白さっていうのは、その釣りのね全てそのどの竿を選んでブランコを選んで、どういうところにどのリールシートをつけて、どのガイドを選んで、どの場所につけてどうやったらいいかっていうのをね試行錯誤して、1回でね答えなかなか出ないですよね。それ試行錯誤するのも魚釣りの取れがいいっていうんじゃないんですよね。取れがいいんだったら魚釣りなんかやめちゃいますから、その途中経過が面白いんで、ぜひ忘れないようにね、どうやってあなたの思う魚をあなたの思うテクニックで釣るかっていうのは、そういうところから、竿を選ぶ時もそうですね。どういうガイドがついてるで、これショックリーダー果たして通るんだろうかね、あるいは、P ラインを使った時にガイドに絡まないだろうかとね、それから逆に、スピニングのガイドをベイトキャスティングのガイドに使ってもいいんだろうかっていうのね、それもね、各ね、優秀なお店日本中にもたくさんありますんでね、相談に行ってみてください。日本に限らず海外に行ったにしろ、ふるさとに帰ったにしろね、思い出の魚と出会うための道具の一番一つのね、なんていうのかな、自分で作ることのできる夢の一つが釣り竿ですからね、ブランコを買ってガイドを選んで作るというのは私はおすすめですね。ぜひ試してください。あなたのガイドは SIC ですか？富士ですか？